てっきり人と人との心のつながりを描いた素敵な作品だと思ってトレーナーと一緒に映画館まで見に行ったムカデ人間が物理的なつながりの映画でそう知っていたのに止めてくれなかったトレーナーにブチギレるビクトワール・ピサ。トレーナーさん、今度のお休みですが少しお付き合いいただけませんか？どこか行きたいところでもあるの？実は一緒に見たい映画があるんです。映画か、たまにはいいね。それでどの作品が見たいの？ムカデ人間です。は？ムカデ人間です。ムカデ人間が見たいの？はい。正気か？トレーナーさん。いや、別にいいんだよ。別にいいんだけど。ピサってホラー映画好きだったっけ？いえ、特別好きというわけではありません。ですがこの作品はとても興味深いテーマを扱っているようでしたので。テーマ？人と人とのつながりです。つながりか。間違ってはいないけど。ピサはそれをどこで知ったの？先日この作品について軽く耳にしまして。ふむ。この作品は人と人とのつながりをとても印象的に描いていると。だから興味を持ったんです。なるほど。私は人と人とのつながりというものを大切にしたいと思っています。それは知ってるよ。異なる国で生まれ異なる環境で育った人たちでも互いに理解し合うことで一つにつながることができる。そうしたことを描いた素敵な作品なのではないかと思いまして。そっか。それにこの作品は続編も制作されているそうですね。一作だけではなく続編まで作られているということはそれだけ多くの人の心を打った作品なのでしょうね。まあ。きっと作品のテーマである人と人とのつながりに多くの方が感銘を受けたのでしょう。心には残ると思う。やっぱり。ますます楽しみになってきました。ピサ。はい？本当にこれ見る？もちろんです。一応ホラー映画だよ。そうですね。大丈夫？はい、問題ありません。でもタイトルはムカデ人間だよ。おそらくたくさんの人が一つに繋がって前へ進んでいく姿をムカデに例えているのではないでしょうか。チームワークを表現した比喩的なタイトルなのかもしれません。ほら、運動会でもムカデ競争ってあるじゃないですか。あるけども。それにホラーという形式を通じて人間同士のつながりを描くというのも面白い試みだと思います。ピサがそこまで言うなら俺はいいけど。ありがとうございます。本当にいいんだな。はい。後悔しない？しません。絶対？もちろんです。わかったよ。なら週末ね。楽しみです。思った以上に人いるな。人気のある作品なんですね。それはどうだろう。単純にチケットが 99% オフだから見に来た人が多いのかもしれないね。しかもこの 99% オフになるトレウマイチャラブカップルシートってのは完全個室状態らしいじゃないか。どれだけ叫び声を上げても他の人の迷惑にならない親切設計とか目白シティはすごい設備を作るね。俺はてっきりただれた街だとしか認識してなかったよ。お得情報を教えてくれたマックイーンさんにはお礼を言わないといけませんね。ただれた目的のための設計だと思うんですが。エッチな叫び声。エッチな行為は隣にある馬ちょい専用ホテルでお楽しみくださいませ。トレーナーさん、ポップコーンはいかがですか？いいね、もらっていこうか。はい。塩とキャラメルどっちにする？せっかくですので半分ずつにしませんか？いいよ。ふふ。なんか嬉しそうだね。映画館で映画を見ること自体久しぶりですので。それに。こうしていると、まるでデートのようで。ピサ？なんでもありません。そう？それにしても楽しみです。つながりを描いた映画。つながりを描くにしても狂気の外科医が挑む史上最悪の実験がキャッチコピーなのに。随分刺激的だとは思いますがこうした刺激的な表現で興味を引きつつ本当は人間同士の絆を描いているのでしょうね。デジタルさんの言うギャップ萌えとはこのことかと。絶対に違うって断言できるよ。ああ、どのようなつながりが描かれるのでしょう。家族、友情、あるいは国境を越えた人々の交流でしょうか。まあ実際に見ればわかるよ。そうですね。
トレーナーさん。少し怖いです。そりゃあホラー映画だからね。ですがまだ序盤です。ここからきっと人と人とのつながりが。そうだといいね。あら？ピサ？トレーナーさん、あの方は何を説明しているのでしょう。ちょっと意味がわからないのですが。言葉通りの意味だよ。言葉通り。3人の人を一列に並べて、それから、3人を順番に、物理的に繋ぐ？そういうこと。そんな繋がり聞いていません。それを俺に言われても。私が想像していた人と人との繋がりというのはこういう意味ではありません。だよね。こんなのただのホラー映画じゃないですか。だからホラー映画だって言ったじゃん。ホラーにも限度があります。まあ正直これは結構きついよね。ダダ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 。ごめんなさい。つい。俺は大丈夫だけどピサこそ大丈夫？はい。本当に？はい。出る？無理しなくてもいいよ。いえ、自分で見たいと言った作品ですから。そこまで責任感じなくていいんだぞ。最後まで見ます。そう。トレーナーさん。人と人とのつながりというのは、最後までこういう意味なのでしょうか。比喩的表現ではなく、そのままの意味で。そうだね。楽しみが減るからと事前に情報をチェックしなかったのが裏目に出ました。ピサ大丈夫？飲み物でも買ってこようか？ドデーダーさん。どうして止めてくれなかったんですか？知っていたんですよね？この映画の内容を。まあ。だったら止めてください。3回くらい確認したじゃんか。もっと強く止めてください。そんな。私は人と人との心のつながりを描いた素敵な作品だと思っていたんですよ。そう言ってたよね。それが本当に文字通りの意味で人と人が繋がっているじゃないですか。そうだね。おかしいじゃないですか。どうしてあのような意味で繋がっているんですか？ムカデ人間だしおかしくはないかと。トレーナーさん。あいたたた。私はてっきり互いに支え合ったり心を通わせたり異なる国の人たちが理解し合ったり文化の違いを乗り越えたりするお話だと思っていました。それなのに、あのような内容だったなんて。ピサ。忘れたいです。さすがにちょっと申し訳なさがあるな。あ、そうだ。トレーナーさん。チケット購入時にこの近くのカフェの割引券もらったしそこでちょっと気分転換でもしようか。このつながりを育むカップルドリンクとか 99% オフで頼めるみたいだしさ。つながり。でもすごいなこの割引券、このドリンク以外にも大幅割引になるんだね。地獄式パンケーキセット 99% オフ。パンケーキなのに名前が物騒ですが。これはあの話がモチーフになってるのかな。片手が使えない状況で持たされたのはやたらと柄の長いフォークで自分で食べようとしても食べられないんだ。欲の皮の突っ張った自分のことしか考えられないものはずっと食べられないんだけど。はあ。けど自分で食べようとせず向き合った者同士がお互いに食べさせれば二人とも食べられてハッピーってお話なんだよ。まあ、まさにつながりの物語ですね。別の割引対象はトレーナーさん、つながることで時代を切り開く別室利用料今だけ 150% オフとなっていますがこれはどのようなものでしょう？ピサは気にしなくていいやつだよ。そうですか。他に俺にもできることがあれば言ってよ。さすがに俺も事前に内容を伝えればよかったって反省してるからさ。なら一つお願いがあります。手を。ピサ。ダメ、ですか？ダメなんてことないよ。私はこちらのつながりの方がずっといいです。そりゃそうでしょ。トレーナーさん。話さないでくださいね。わかったよ。絶対ですよ。わかったって。少し落ち着いてきました。それならよかった。ではこのままカフェに行きましょうか。手を繋いだまま？もちろんです。まあいいけどね。ありがとうございます。でもピサ。はい？次から映画を選ぶときはちゃんとあらすじ確認しような。そうですね。そうですね。いいチョイスじゃないか。
ソウは究極の選択を迫られた人間たちが生きるために協力するつながりの映画だからな。お前らピサを曇らせようとするな、殺すぞ。ウマ娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。